はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は中川さんの包丁を研いでいきたいと思います。で、今回研ぐ包丁はこちらになります。こちらは中川さんの青一の本焼きになります。で、本焼きの片刃ペティですね。こんな感じで両刃ではなく片刃のペティになっています。これはちょっと中川さんに特注で家事をしてもらったやつになるんですけど、これかなりお気に入りの包丁なので、今回はこれの軽いメンテナンスをしていきたいと思います。僕普段あっちに包丁かけがあるんですけど、そこにこのむき出しの状態でかけてたらちょっと見えますかね。こんな感じで少し点々の錆が発生してしまったので、ちょっとこれのメンテナンスをやっていきたいなと思います。なので特に切れ味が落ちてるとかっていうわけではないんですけど、この錆のメンテナンスですね、これをしていきます。で、僕中川さんの包丁もかなり好きで、この青一の本焼き以外にも、青二の本焼きとか青一の霞包丁とかいろいろあるんですけど、特にその中でも一番好きなやつはこちらになります。はい、どうですかこれ、めちゃくちゃかっこよくないですか。これ白一ダマスカスの片刃三徳になります。僕片刃三徳とか片刃ペティとか片刃牛とめちゃくちゃ好きなんですけど、それの片刃三徳ですね。で、裏はこんな感じで白一って書いてます。これがめちゃくちゃ好きで、特別な時にしか使わないんですけど、ちょっとこだわって料理したい時とかに使う包丁になっています。で、ちなみにこの白一ダマスカス、この包丁はこっちにあるアートの鉄サビのアートがあるんですけど、これのモチーフにしていただいた包丁っていうのもこちらになります。なので、このダマスカス模様と、この刃境、刃文とかあると思うんですけど、それをアートにしてもらったやつがこちらですね。なのでこれが刃境になってて、ここがダマスカスの部分です。で、ここにしのぎがあってっていう感じですね。そんな感じで、めっちゃ好きな包丁あるんですけど、今回はその中でこちらの青紙1号の本焼き片刃ペティをメンテナンスしていきます。で、メンテナンスするのに使う砥石なんですけど、今回はこちらの丸尾山青巣板とこちらの中山の苫江ですね。この2つ使って切り刃メンテナンスしていきます。で、刃付けはまたちょっと違うの使うので、またその時言いますね。こちらが丸尾山の青巣板ですね。こちらが中山の苫江です。それでは早速研いでいきます。はい、それではまずはこちらの青巣板から研いでいきたいと思います。やっぱ天然砥石っていいですよね。こんな感じで濡らすとかなり色がパキッと出てくれるので、めちゃくちゃ見た目がかっこいいです。ではまずはこちらのアトマ140番、これ結構消耗したアトマ140番なんですけど、こちらで泥出ししていきます。じゃあ泥出しできましたら、こちらの切り刃研いでいきます。やっぱりこの青巣板は青一の本焼きでもしっかり削ってくれるので、研いでて気持ちいいですね。サクサク削れてくれますね。で、片刃研ぐ時のコツとしては、基本的にひねりっていうのがあるので、この刃元、こっち側の方が鈍角でこっち側の方が鋭角になっています。なので、この感じですね。大げさに言うと、こんな感じでこっち当てる時とこっち当てる時で角度が変わるので、それを意識しながら研いであげると綺麗に研げます。で、今回のは片刃ペティで短めの包丁なので、そんなに大きくはないんですけど、薄刃包丁とか少し長めの柳刃とか、出刃包丁になってくると結構ひねり強くあるので、そのひねりを意識して研いであげると綺麗に研ぎやすいです。で、綺麗になるだけじゃなくて、切れ味もかなり良くなるので、ひねりはしっかり意識して研いであげましょう。
で天然砥石で綺麗に仕上げたい時のコツは、こんな感じで泥をいっぱい出してこの泥で研ぐようにしてあげると、ひねりのムラとかも軽減できるので、しっかり泥出して泥で研ぐようにしてあげると綺麗になりやすいです。特に本焼きとかは硬いので、砥石だけで研ぐんじゃなくて泥もしっかり使いながら研ぐことによって天然砥石の効果を引き出しやすいですね。でこの切っ先研ぐ時は力をなるべく抜いて軽く左手で押さえて研いであげると当たります。それではこれで青巣板で点々の錆落とせましたので、続いて中山に行きたいと思います。中山も水つけると色がはっきり出て綺麗ですね。では中山はちょっとツヤを出していきたいので泥なしで研いでいきます。はい、それじゃあこれで中山終わりましてこんな感じです。ちょっと青すぎたの時に若干引けが入ってしまったので、少々小傷はあるんですけど、それ以外はかなり綺麗に仕上がりましたね。でこんな感じで半鏡面チックになっています。それであと鏡面とこの裏をシェイクモーリーで磨いて最後に貼付けしていきたいと思います。はい、それでは磨いていく研磨剤はこちらですね。シェイクモーリーになります。はい、それじゃあこれでシェイクモーリーでも磨けてこんな感じです。それではこれで包丁の表面は全体的にメンテナンス終わりました。であとは切れるようにする刃付けになります。で今回使っていくのはこちらのなにわのダイヤモンド6000番をまず使っていきます。でまずこんな感じで S1 のこれ6000番ですね。キングの6000番とダイヤモンドの6000番を友釣りしてこの6000番の目を立てていきます。ここから刃付けですね。
で刃付けはだいたい30度ぐらい角度立ててあげて軽く研いでいきます。で軽く返り入れたら OK です。これで6000番終わりまして、次1万番ですね。でこちらはなにわの長セラの1万番です。ではこれで1万番も終わりです。じゃあ続いてこれですね。こちらは末広の極妙の1万5000番ですね。これもう一回 S1 とこすり合わせていきます。それではこれで研いでいきます。はい、じゃあこれで極妙1万5000番も終わりで、続いてが同じく末広の極妙の2万番ですね。はい、それでは裏はまたこちらの中山手前で押していきます。はい、それではこれで刃付けも終わりました。はい、それではティッシュを丸めたやつで試し切りしていきます。はい、こんな感じです。ティッシュは超滑らかに切ることができますね。続いてはこちらの新聞紙で試し切りしていきます。めちゃくちゃ切れ味いいですね。すごい滑らかです。それでは最後にこちらのコピー用紙の筒で試し切りします。すごいかかりいいですね。で切れ味がめちゃくちゃいいので、こんな感じで筒も倒れることなく切れますね。じゃあ最後にこちらの新聞紙で錆びないように包んで終わりたいと思います。それではこちらで新聞紙の鞘出来上がりました。これが簡単な錆び止めになるので、ちょっとの保存ならこの新聞紙で大丈夫ですね。ということで中川さんの青紙1号の本焼き包丁ですね、片刃ペティのメンテナンスが終わりました。やっぱり中川さんの包丁は本焼きの中でも結構研ぎやすいので、天然砥石もしっかり効きますし、切れ味もめちゃくちゃ良くなるので、かなり好きですね。ということで今回は1234566種類の砥石使ってこちら研いでみました。で今後もこんな感じで研ぐ企画っていうのもたまにやっていこうかなって思いますので、こんな包丁研いでほしいとか、こんな砥石使いながら研いでほしいっていうのがあればコメント欄に書いていただけるととても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。